不思議なんは地脈霊脈がすこぶる悪いんです。何かを引きずる音をたくさんするわけですね。赤石とかが並んでるところあるみたいなんですよ。こんにちは。こんばんはですね。加藤玲こと生駒山修験主27代目館長の法名大生加藤玲泉です。私はね、一般的なお坊さんとは少し異なり、お葬式や法事といった類のお仕事よりもはるかにたくさん、除霊やご祈祷といったお仕事がメインになってしまっているお坊さんになります。まあね、少し変わったお坊さんかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。本日もね、大好評続き、開花話させていただきますよ。今日はね、ちょっと、外ロケというよりちょっとキャンプでございますね。いやー、キャンプって良いものですね。そうなんで、キャンプにちなんだお話をさせていただきます。とあるキャンプ場さんからの依頼やったんですけどね、そこのキャンプ場に行くとね、結構大阪の方で割と安いキャンプ場なんですよ。ですけどね、どういうふうに言いますか、そこは河原沿いでね、歩いての時間になると川の色が変わって、どうも人玉のようなものが出るいう風なんでね、お客さんらが減っていく。で、なおかつテントに入ったはええけども、テントの外からバンバが叩く音がする。ほんで、開けてみると何もいない。そういう風な現象が続くんでね、このままやったらキャンプ場具合悪いいうことで相談に来られたんですね。私も実際キャンプ場に行きましたけども、そのキャンプ場のオーナーのが中古かなんかでそこのキャンプ場買うたんかなんか、そういう風な話でしたわね。ですけどね、そこに行くと不思議なんはね、そこの空間っていうのがなんでかわからないですけど、そこだけキャンプ場だから、簡単に言えばね、普通考えるとね、キャンプ場っていう風な形よりももう結構土地がいいから結構リゾート地なわけですよ。ですけど、そこだけなぜかキャンプ場なんですね。不思議なんは地脈霊脈がすこぶる悪いんです。ほんで一体何やねやろいうことで、一つ一つ地脈霊脈を探しながら、私もその辺り散策していたら、近所にお寺さんがありましてね、いろいろ見てみると、どうもね、ちょっと古い寺で、廃寺なんですけどね、いやー、なんでこんなとこに立ってんのやろうかという中で、とにかく夜になってみよう、そんでその現象を見てみよういうことでね、私もそこのところで夜まで少し時間を待ったわけですね。そうすると、ゆっくりと川がね、ぼんやりと夕焼けのような色に染まってくるわけですね。なんとも言えない幻想的な私は良い感じやなと思いつつ、周りの方々は非常に不気味やと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そういう形で、そしてガシャンガシャンカチャンカシャン、金属の擦れるような音、そして誰かが歩く音、そして何かを引きずる音をたくさんするわけですね。そして外を見ると人玉のようなものがふわりふわりと、そして見てみても霊体自体が古い霊体が非常に多いわけですね。そうするとよく見てると大勢の方々が叩こうでおられるわけです。これはまさかというふうな形で、私がその一部始終を見て、でそこをどうするかっていうのは考えてたんですけども、ちょっとどうしようもなくてね、でその日は朝までそういうふうなところを見てたわけです。ふと気がついたわけですね。なるほど、ここは古戦場や。いや、古い時代の要は戦争があった場所ですね。戦国時代かそのぐらいか、そういう風な場所やっていうことに気がついたわけです。なるほど。ほんでなおかつ場所が悪すぎるからこそリゾート地でありながら、どうしても別荘やそういうものが建てられず、そして土地の使い道に困ってキャンプ場をしてるんやっていうふうなことに気がついたわけですね。ほんで結局私もそのやり方的に言うたら、完全にそこを直すってことはできへんさかいに、土地をちょっと霊体が数が多いからね、そこを少し穏やかにするために鎮魂の儀式をして、そして小さなね慰霊碑を立てて供養したわけですね。でそれからそこのキャンプ場、今でもそこそこ栄えてるみたいですけど、やっぱり時たま川が血の色に染まったりとか、そしてテントがバタバタと叩かれたりとかするようなこともあったりするようですわね。今日はこういう話です。
よう考えたら、なんでキャンプ場って言うたら基本的に楽しい場所ですけども、よく考えたらどういうふうにも活用しようがないからこそキャンプ場にしてるっていう風な場所もあるんだなってその時に感じたことがありましたわね。普段はね、なんとなくためになるお話をメニュー上げさせてもらってますが、最近じゃあ大好物きこういった怪談話等も上げさせてもらったりします。そうなんでね、チャンネル登録の方していただきますとすごく嬉しく感じます。当の手話ね、平均年齢80から90歳の結構ね、高年齢の手話でございます。このまま見たら多分消滅するのも時間の問題でしょう。で、しやけど、痩せると消滅さすのも私も嫌ですからね。まずは皆さんに知ってもらう。それがやっぱり手話最高の一番重要なことなんやと私は思ってますんでね。今、Twitter や YouTube に力入れてるんですけど、その中で一番力を入れてるのがこの YouTube でございます。で、そうなんでね、まず皆さんに知ってもらうきっかけとして YouTube してる中で、まず私目標がございましてね、一番の目標はチャンネル登録者数1万人。これが私の今の一番の目標なんですね。そうなんでね、皆さん、うとこの手話助けたると思ってね、お友達やね、ご家族、近所の方々やとか紹介しながら一緒にね、動画楽しんでもうたりとか、いいね教えてもうたりとか、チャンネル登録してもうたらすごく嬉しく感じます。本日の動画はこの辺りで終わりにさせます。ありがとうございます。あれ、ライコーさんライコーさんはい。ライコーさん。なんていうんかね、土地が悪すぎてね、もう変な話、キャンプ場するしかないっていうとこも時々あるよね。ああ。有名なところで言うたら、ね、うん。それとここはか、神秘的ですね。そうですね。あそこもそうやし、他で言えば、淡路島のところにもあるとこもそうやしね。うん。結構そういう風なところはあるから。だからそういう面で言うたら楽しい場所のすぐ隣には不思議な場所もあるんやねっていうことを頭に入れるとまた楽しく過ごせるかもしれませんし、さらに言ったらキャンプの一番のメインイベントというのがやっぱり肝試しじゃないですか。あそういう面で言うたら昭和ですね。いや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 、肝試しいう風な形で楽しみのつもりがとんでもないことになってしまうっていうことも稀にあんのもありますから、やっぱり気をつけるべきですよね。先ほど聞いたんですけどね、うん。そのキャンプ場のすぐ横に墓石とかが並んでるところあるみたいなんですよ。ああ、この辺りいや、大阪ですけども、能勢の方。能勢、ああ、行ってみますか。行ってみましょうか。しやけど、それはさておき、今日は私、あれよ、今までどういうふうに言うんかな、こういうふうな、キャンプっていうふうなのはなかなかなくてね、山に行って修行行って、基本的に、なんていうかな、もう暗いしんどい辛い中で、要は野宿っていうのが多かったけど、こうやって、安心な場所で焚き火してるのって結構楽しいよね。はい。修行とキャンプは根本的に違いますから。そうか。はい。そうかって分かってるでしょ。うん、すごく楽しいよ。はい。よかったよかった。こういう機会に恵まれたことに感謝です。はい。ライゴさん今日は何もツッコミないやんか。いや、特にないから。いや、面白くない。あ、ちみた。このぐらいしか。まあ、いや、この辺りで。とや。